皆さんこんにちは、ピロタンです。いつも動画を見てくれている皆さんありがとうございます。今回はリクエストのあったロングボードでの波の越え方、プッシングスルーの基本について解説します。基本はボードに手をついて肘を伸ばして波を越えていくやり方になるんですが、実は波のサイズやタイミングによって少し動作を変えています。今回は初心者の方だけではなくって中上級者の方にも見てもらえたらいいなという内容になっていますので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。ポイントは3つ。1つ目が越える前の動作、2つ目が手の使い方、3つ目が足の使い方です。今回この収録している場所なんですが、千葉県のこのサーフタウン一宮町のこの一宮の海から徒歩5分の場所にあるエアビーで予約できる素敵な宿に泊まっています。キッチンだったりお庭もついています。ワンちゃんと一緒に泊まるのも大丈夫なので、家族や友達とみんなで泊まりたい方だったり、休日をゆっくり過ごしたいという方にはとてもおすすめの宿だと思います。玄関の近くにはサーファー用に外シャワーがあったり、すぐにお風呂に行けるようになっていたり、とても居心地のいい空間でした。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは主にロングボードのハウトゥーだったりサーフィンの映像を配信していますので、動画が気に入ったらぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。またハウトゥーのリクエストは動画のコメント欄にて受付しています。で、普段私が海に入ってから一本波を乗り終えるまでに顔を濡らさないという自分の中のルールみたいなのがあって、顔や髪を濡らさない波の越え方だったりタイミングについて昔からすごく一人で研究してきました。今回は皆さんに基本のプッシングスルーと自分が今実際に使っているプッシングスルーのアレンジバージョンをお伝えできればいいなと思っています。私が普段このプッシングスルーを使うときは小さな波の時によく使っています。波が完全にブレイクしているスープの場合だともも腰くらい、うねりの状態や波のトップがほんの少し崩れている程度であればオーバーヘッドくらいでも使っています。ロングボードは大きいので波を越える方法というのがたくさんあるんですが、まずはこの基本の越え方、プッシングスルーをマスターすることでスムーズに沖に出られるようにしていきましょう。一つ目が越える前の動作です。向かってくる波に対してサーフボードをまっすぐ向けて波が近づくまでパドリングをしてスピードをつけていくことが大切です。波とノーズの先端との距離なんですが、最初は 1.5 メートルから2メートルくらい、波が近づいたら手をつくというイメージでいいと思います。だんだん慣れてきたら波を越える直前までパドリングしてもプッシングスルーができるようになります。この時注意したいのが、ボードが波に対して斜めになってしまったり、ボードが真横になってしまったり、そうすると波のパワーを受けてしまってなかなかプッシングスルー成功することができないので、波に対してボードもまっすぐ垂直に当てていくようにしていきましょう。スピードが全くない状態よりもスピードがあることで波を越えやすくなるので、波と自分の距離が少しでも離れていれば 2,3 回でもパドリングしてあげると成功する確率は上がっていくと思います。2つ目が手の使い方です。波が近づいてきたら両手を胸の横について肘をまっすぐ伸ばすようにしましょう。波が小さければデッキ面を押すようにして上半身を持ち上げます。波が小さければデッキの上に手を置いても問題ないんですが、サイズがある波では軽くレールをつかむようにしながら肘を伸ばしていきます。波を越えるときに白い波が自分の胸の下とボードの間を通るようなイメージで行うとやりやすいと思います。
3つ目が足の使い方です。足の使い方ですが、両足をボードにつけたままの場合と片足が離れるというやり方があって、足に関しては絶対にこうした方がいいというやり方の決まりはないんですが、その時の波のサイズと波がどのくらい崩れているかのタイミングによって使い分けています。波が小さければ両足をボードにつけたままで問題ありませんが、波のサイズが大きくなればなるほど胸の下とボードに入る水の量が増えるので、私の使い分けは波がブレイクしていないうねりの状態だったり、膝ももくらいのスープであれば両足をつけたままで行っています。少し波が崩れ出している時や腰ぐらいのスープの場合は片足でボードを支えながらもう片方の足を上に上げて波を越えるという方法を使っています。これは自分がアレンジしてやっているやり方なんですが、サイズのある波だったり波数が多いシチュエーションでプッシングスルーを使っている時に早く沖に向かいたいので、ちょうど波が崩れる時は波に負けないように強くパドリングをしてスピードをつけて両足をボードから離しています。ボードに着地する時はボードのスピードをキープするように滑らかに降りながら、越えた時のスピードを生かして次の波に向かっています。これは中上級者テクニックなので余裕があればチャレンジしてもらえたらいいなと思います。プッシングスルーは越える前の動作や手の使い方は基本的に同じなんですが、足の使い方だけ波だったりタイミングによって使い分けています。今回はプッシングスルーの越える前の動作と手の使い方、足の使い方について解説させてもらいました。うまくプッシングスルーを使えるようになるとスッと沖に出られるようになると思います。ビーチブレイクでも沖にスイスイ出られるようになると体力も消耗せずに楽しくサーフィンを長く続けられるようになることができると思うので、ぜひ海で実践してもらえると嬉しいです。ロングボードの波の越え方については他にもたくさん種類があるので、違う動画でまた解説していこうと思います。最後まで動画を見てくれた皆さんありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。